こんにちは。今回は先日家族で行ったグアム旅行で子供用の荷物の中で特に持って行ってよかった、役に立ったなと思うグッズを紹介したいと思います。ちなみに私の子供は今幼稚園に通う年齢の男の子ですのでご参考ください。絶対に持って行った方がいいおすすめ順に紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。まず1つ目はビニール袋です。これは海外どこでも国内旅行でも絶対に使います。私はこの普通の透明の袋と、あともともとおむつを捨てるように使っていた消臭機能付きの袋、あとチャック付きのジップロックを持って行っています。ゴミが出た時はもちろん、小さい子供はいつ嘔吐するかわからないし、地面で何を拾うかわからないし、あとお菓子も途中まで食べて残りをまた後に取っておくというようないろんなことが起きますよね。ビニール袋を使わなかった旅行はないと思います。旅先で袋を買うこともできると思いますが、日本の100均とかで買う方がお手軽だし、かさばらないので多めに持って行っていいと思います。2つ目はこれもマスト、ウェットティッシュです。ここまでは普通の外出と持ち物が変わらないと思うんですけど、海外だとレストランに行っても日本のようにお手拭きをくれることってあんまりないんですよね。なので、一つは手を拭く用のアルコール成分入り、あともう一つは口を拭いたりする用のアルコール成分なしのもの2種類を持ち歩いています。アジア圏の都市部だとワトソンとかの薬局でも小さいサイズが売っています。でも今は円安もあって、これもやっぱり日本の薬局とか100円ショップで買う方が安いなと思います。特に絶対持っていった方がいいのがタイ旅行ですね。タイで殻付きのエビとかカニとか結構食べる機会があります。だけどそういうお店でもティッシュしかないっていう時も結構あるんですよね。そうすると手がベタベタのカピカピになってしまいます。そういう時にウェットティッシュは子供も大人も大量に使いました。海鮮を食べそうだなという時は多めに持っていくのがいいと思います。3つ目が紙コップとお皿です。特に紙コップは持っていくと便利です。ホテルの洗面所のコップがガラスでできていることが結構あります。で、以前子供が歯を磨いた後にうがいをしようとしてそのコップを持ったら滑って割ってしまったということがありました。それ以来紙コップは絶対持っていくようにしています。やっぱり持っていくとすごく便利です。浴室でも、あとお部屋で飲み物を飲む時でもいつでも割る心配がないですし、あと使い終わったらそのまま捨てればいいので帰りの荷物が減ります。あと紙皿なんですけれど、これはグアムとかで食べきれなかったご飯をホテルに持ち帰った、次みんなで分けて食べようという時にお皿を使って食べています。なのでコンビニとかでもらうような使い捨てのフォークとかお箸とかもいつもスーツケースのポケットに入れっぱなしにしています。で、この紙コップとお皿はコストコとか松清で売ってるこのブラッドのプレッシンシールでくるんで持っていっています。ちょっと実際にどうやってくるんでいるかお見せしたいと思います。こんな感じで適当にくるんで持っていきます。そして現地でこのラップがまた使えるんです。例えば開けかけの缶ジュースとかの蓋とかにもなります。こんな感じで缶があって、手でこんな風に適当にちぎって、でこれをこんな感じで蓋をしています。あとこのラップなんですけど、友達の家族はお子さんの外出先でのエプロン用として使っていました。あらかじめ切ったラップを持って行って食べる前に服にちょっとこれ汚いですけどペタッとつけたらエプロン代わりになって、これはいいアイディアだなと思ったんですけど、これ皆さんもうご存知なんですかね。で、4つ目は
子供用のスリッパです。今回グアム旅行に以前別のホテルでもらった子供用のスリッパを持っていきました。これまでは、大人はホテルにあるスリッパを履いて、子供はもうそのまま裸足で過ごさせていました。だけど今回グアムで試しにその子供用のスリッパを履かせてみたら、幼稚園児ぐらいの大きさの子だと普通に履いてそのまま過ごせました。あと帰国した後に Amazon で子供用のスリッパを調べてみたら、使い捨てのもあるし、あと家で履けるようなしっかりしたものとかいろいろあったので、次の旅行はどれか買ってまた持っていきたいなと思っています。ただ浴室の床が濡れてる時は滑って危ないので、ベッドがあるお部屋で履かせるのがいいと思います。5つ目はお絵かきセットです。お絵かきセットがあると飛行機でもホテルでチェックインに時間がかかっている時でも、あとレストランカフェでもずっと絵を描いて静かに過ごしてくれました。で、我が家はこの小さいメモ帳とこの色鉛筆、これは三菱鉛筆のなんですけど、ここに紐がついていて、この紐を引っ張るとくるくるくると中から新しい芯が出てくるようなものになっています。これだと鉛筆もいらないし、発色はクレヨン並みにいいのに、クレヨンみたいにペタッと色移りしないので外出先で使いやすいです。暇つぶしにスマホでゲームすることもあるんですけど、旅行先だと状況によっては大人がスマホを使わないといけない時とか結構ありますし、あと音を出したくない時とかあると思うので、お絵かきセットとかあるいは本でもいいと思うんですけれども、あると便利でした。6つ目が爪切りです。旅行中いつの間にか爪が伸びていたり、飛行機の中が乾燥していると爪が割れることが結構あります。なので旅行先には爪切りとか爪やすりを必ず持って行っています。大人も一緒に使えるので便利です。7個目がビオレのボディウォッシュです。今現物はないんですけど、このくらいの手のひらサイズのものです。コンビニとか薬局の旅行用品コーナーに必ず売ってます。ビオレのボディウォッシュは体も顔も洗えて、髪の毛もきしみますけど洗えますよっていう風にホームページに書いてあるので、とりあえずビオレのボディウォッシュを持っていきます。で、ホテルの備え付きの石鹸とかって泡立ちが悪いみたいなことがありますよね。そうすると子供のことを洗うのに時間がかかるので、そういう時ビオレがあると泡立ちもすごく良くって使い慣れてて便利です。なので毎回これを持って行っています。8個目がピンチハンガーです。これは昔 IKEA で買ったものになります。子供が服を汚した時とかにちゃちゃっと洗ってこれに干したりとか、あとプールで泳いだ時とかにも小さい水着を乾かせるので便利です。ホテルによってはハンガーの数が少なかったり、ハンガーのかける部分が固定されてたりするので、このピンチハンガーが1個あると便利かなと思います。9個目が、これは定番のおやつです。おやつは現地でというよりは移動の時に持っていくのがおすすめです。例えば飛行機とか、あとツアーのバスの中とか、子供は急にお腹空いたって言い始めるので、そういう時におやつを食べさせます。正確には食べたいおやつを子供に選ばせて、で子供用のリュックにおもちゃと一緒に持たせています。我が家の定番はじゃがりこです。じゃがりこは容器が潰れにくいし、袋じゃないからガサガサうるさくないし、あと崩れにくくて持ちやすい、あと机にも置けるということで、これほど旅行に適したお菓子はないなと思います。あと甘いのがボンタン飴ですね。これは小さい子供は喉に詰まらせるのがちょっと心配なんですけど、ケースがやっぱり持ち運びに便利で、あと私も最近ボンタン飴を食べるとトイレが近くならないと聞いたので、飛行機に乗る前にいくつかバババッと食べています。これからはビーチリゾートとか暑い南国へ行く方に特におすすめの持ち物を紹介します。まず暑い南国に行くときに絶対持って行った方がいいのが、まさかの長袖の上着です。外は暑いんですけど、空港とかホテルとか、あとデパートとか屋内がとにかく寒いんです。正直子供だけではなくて、私も上着を着る機会が結構あって、グアムのスーパーではもう上着を着てもそれでもブルブル震えていました。自分が行ったことがある暑い場所だと、まずタイとグアムは到着して飛行機降りた時から寒かったです。次がまた上着系なんですけど、今度は海で着る用のラッシュガードです。
海に入るとき日差しがかなり強くて、で去年ラッシュガードを着ないで遊んだら背中が真っ赤に日焼けして痒くなってしまったので、今年は必ずラッシュガードを着るようにしました。で結局それなりに日焼けはしてしまったんですけれども、背中なんかは去年よりはずっと軽めでかなり効果あるなと思いました。ビーチで遊ぶ予定があるよっていう人におすすめなのがこちらのアロエジェルです。私はネイチャーリパブリックのアロエジェルを持っていて、これが顔も体も使えるので、お風呂上がりに子供と塗りたくっていました。日焼けをして体がちょっとほてって暑いなという時にこれを塗るとスーッと気持ちよくなります。グアムの ABC マートとかでも他のブランドのアロエのジェルがたくさん売ってます。で夫が買ってみたんですけれども、ちょっと匂いが独特でした。ネイチャーリパブリックのジェルの方が匂いがそんなきつくないので使いやすいかなと思います。あとビーチで遊ぶようで砂場道具も持参がおすすめです。結構バケツとかあるとかさばるんですけど、砂があると絶対遊びたがるので、シャベルとか小さめのバケツとかいくつか持っていきました。そしたらやっぱりかなり使っていました。現地でも砂場道具って売ってると思うんですけど、例えば海外の大きなスーパーとかに行ったら絶対横に大きなお庭で遊ぶ用のダンプカーとか置いてあるんですよね。そうするとやっぱり子供も大きい珍しいものが欲しいということで大きめのものをねだられるリスクがあります。でお砂場道具が、出国時帰国時も検疫があって土は持ち込んじゃいけませんよっていうのがあるので、必ずお砂場道具についた砂をきれいに洗ってから荷物に入れていました。以上が持って行ってよかった持ち物になります。で最後に我が家の過去の失敗談からもう少し小さいお子さんがいる方へ1個アドバイスがあります。それが何かと言いますと、おむつはケチらず多めに持って行ってということです。私はおむつで2回失敗しています。1回目は台湾に行った時、帰国前日の午後ぐらいにおむつが足りなくなってパンパースの数十枚入りの大きいパックを買い足すという失態がありました。ただでさえお土産で荷物が増えているのに、新しいおむつのパックがまるっと1個増えたのでパッキングが大変でした。あともう1回はタイに初めて行った時です。私は事前の下調べとかしないで、消耗品はタイで買う方が安いだろうなと勝手に予想して1週間ぐらい滞在するのに、現地調達するつもりで1日か2日分しか持っていかなかったんです。そしたらなんとホテルの近くの薬局にはおむつが売ってなくて、で結局隣のショッピングモールに入ってる高島屋のキッズコーナーに売ってて、高島屋のキッズコーナーに売ってるものなので全然普段は使わないようなふわふわの高級の、しかも日本製のおむつを1パック買う羽目になりました。おむつは行きは荷物でかさばるかもしれないですけど、絶対使って消費するので帰りにはその分スーツケースの空間が増えているし、あと特に最近は円安だから日本で買って持っていくのが安くて手っ取り早いと思います。ぜひちょっと多めに持って行ってください。以上となります。いかがでしたでしょうか。皆さんで他にもいつもなんか持って行ってるよとおすすめのものがありましたらぜひコメント欄で教えてください。実は年末にも海外旅行の計画を立てているので、今後はその旅行の準備の様子とかもシェアできたらいいなと思っています。この動画が役に立ったと思ったらグッドボタンとあとチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。またね。